Bonjour à tous, hello everyone 皆さんこんにちは、マルチ人間のタッキーです。今回はアラサーゲイのポジティブ論ではなくて新しいシリーズの紹介です。その名もじゃん、アラサーゲイの恋愛事情です。イエーイ。需要があるか分かりませんが、なくてもやります。はい、今回僕が何の話をするかと言いますと、僕がノンケと言われるゲイではないストレートの男性に人生で最初で最後のガチの告白をした時の話をしたいと思います。この話は家族とか友達も全然話していないのでちょっと恥ずかしいんですけど、素敵な結果が待っているので最後まで聞いてみてください。では僕がいつノンケに告白をしたのかというところなんですが、それは僕がまだピチピチだった21歳の時です。当時僕はアメリカの短期大学を卒業して日本に帰国し、地元で就職活動をしていました。でもなかなか勤めたい企業が見つからず悩んでいた時に、僕はアメリカの大学で観光業を勉強していたので、せっかく日本人なんだから温泉旅館で働きたいと思ったんです。そしてリゾバと言われるリゾートバイトに応募しました。その結果、静岡県にある伊東市の老舗温泉旅館へ配属が決まりました。その温泉旅館に同じ派遣として来ていた A 君に僕は恋をしてしまいました。 A 君は身長185センチぐらいのスラッとした長身で、顔はあっさりとした醤油顔の方でした。その仕事は温泉旅館の目の前にある寮に住み込みで働いて、朝6時から夜12時まで付きっきりで働くといったような仕事でした。 A 君とは結局3ヶ月ほど一緒に仕事をして、一目惚れというよりは徐々に好きになっていったといった感じです。実は僕は二卵性の双子なんですけど、彼も二卵性の双子だったんです。そこで僕は勝手に親近感を覚えてしまいました。彼はよく冗談でおねえ言葉を話していたので、僕の中では双子だしおねえ言葉話してるし、もしかしたら彼もゲイかも、付き合えるかもと勝手に思い込んでしまいました。今思うと恋愛って本当に恐ろしいですよね。そうして僕は完全に恋愛モードに突入しました。当時僕はアメリカから帰国をしたばかりで、今より15キロ以上太って丸々としていました。そこで僕は彼に好かれたいがために休憩中や仕事終わりに1日10キロ走って筋トレもして1ヶ月で15キロ痩せることができました。また当時メガネをかけていたんですが、コンタクトにも変えました。僕は恋愛体質で夢中になると止められないんですけど、僕が本当に彼に夢中だったことが分かるエピソードが一つあるんですが、彼がインフルエンザで寝込んでいる時に僕は毎日コンビニに行ってポカリやおにぎりを彼の部屋のドアノブにかけてあげてました。今思うとちょっとストーカー気味でやばいですよね。反省してます。 A 君ごめんなさい。 A 君を好きな気持ちは膨らんでいく一方でしたが、僕は気持ちを伝えられないまま時が過ぎていきます。そしてその時は訪れます。それは A 君の派遣契約期間が終わる1週間前のことです。僕は A 君の契約が終わってしまったらもう会えないという悲しい気持ちから告白することを決意します。僕は A 君に契約が終わっちゃうからご飯おごるよと言って、海の目の前にある景色が綺麗なガストに一緒に行きました。そして食事を終えた後に海辺を歩こうと提案しました。僕と彼は石段に腰を下ろして海を見ている状態で告白をしました。長い気まずい沈黙の後、僕は彼に実は自分ゲイだったんだよね、そして A 君のことずっと好きだったんだと言いました。その時 A 君に言われた言葉が今でも忘れずに覚えています。その言葉とは、今はやりたいことがたくさんあって自分のことで精一杯だから、仮にスーパーモデルに告白されたとしても絶対に付き合うつもりはないです。この言葉とても素敵だと思いませんか？本来であれば男とか無理無理、気持ち悪とも言えたはずです。でもこの相手を傷つけない言葉はきっと A 君の優しさだったんだろうなと思います。結果として僕は振られてしまいましたが、こんな素敵な人に恋をできたのは人生の宝物ですし、告白したこと自体は後悔していません。その告白後も彼とは1週間一緒に働きましたが、彼は今までと何の変わりもなく接してくれました。本当に嬉しかったです。残念ながら彼の契約が切れてしまった後は彼との連絡は絶えてしまいましたが、僕の中では人生の大切な思い出です。この失恋は僕の人生を変える大きな一歩となりました。その後はもうのんけの人には恋はしない、ちゃんと自分の恋愛対象であるゲイの人に恋をしようと思うきっかけにさせてくれました。 A 君には本当に感謝の気持ちしかありません。はい、これで今回の話は以上になります。皆さんはどんなことを思いましたか？世の中にはいろんな恋愛の形があるんだなと思っていただければ幸いです。
では次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。